出張から帰ったつま下着に残っていたもの見覚えがなかった恐ろしい秘密の始まりだった。ごめんね。今回も、お土産を買う時間がなくて、妻の由美は、玄関に置いたスーツケースの横で申し訳なさそうに笑った。少し疲れてはいたが、表情はいつもと変わらない。私が26年間見続けてきた、穏やかで優しい妻の顔だった。その夜、私はまだ知らなかった。その笑顔の奥に、私の人生を根元から揺さぶる秘密が隠されていたことを。私の名前は誠。59歳の会社員だ。由美とは結婚して26年になる。25歳の娘、養子はすでに独立し、県外で働いていた。翌年の春には、婚式を控えている。由美は、複数の支店を持つ会社で会計システムの導入と内部監査を担当していた。月に1度か2度、大阪や名古屋へ出張する。金曜の朝に出て、日曜の夜に戻ることも珍しくなかった。私は由美を疑ったことがなかった。仕事に真面目で、家の中もいつも整っていた。私が残業で遅くなれば、ぬくめ直した夕食を黙って出してくれた。私が風邪をひけば、夜中でも水を変えてくれた。若い頃から派手なことを好まず、服も持ち物も落ち着いたものばかりだった。もう一人、私が心から信頼していた人間がいる。大学時代からの友人、健一だ。健一とは、10年以上の付き合いだった。卒業後は別々の会社に入ったが、家族ぐるみの関係は続いた。健一の妻、京子とも何度も食事をした。養子が小さかった頃は、2つの家族で遊園地や温泉に出かけたこともある。完璧だと思っていた妻と、何でも話せる親友。定年後は由美と旅行をし、時々健一夫婦とも食事をする。そんな静かな老後を、私は疑いもせずに思い描いていた。由美と出会ったのは、私が30歳を少し過ぎた頃だった。共通の知人が開いた食事会で、由美は他の人たちより少し離れた席に座り、みんなの話を静かに聞いていた。目立つ人ではなかったが、誰かのグラスが開けばさりげなく店員を呼び、帰り際には忘れ物がないかテーブルを確かめていた。私は、そういう細かな気遣いに惹かれた。付き合い始めてからも、由美は大げさな愛情表現をする人ではなかった。誕生日に高価なものを欲しがることもなく、二人で近所の店に入り、温かいものを食べられれば十分だと言った。私が仕事の失敗で落ち込んだ時も、無理に励まさず、ただ隣に座ってくれた。結婚して1年後、養子が生まれた。小さな娘を初めて抱いた時、私は手が震えた。由美は疲れ切った顔で笑いながら、誠に似て、眉が濃いねと言った。私は泣きながら、絶対に幸せにしようと答えた。あの時の由美の涙を、私は今でも偽物だったとは思えない。養子が熱を出せば、由美と交代で夜を明かした。運動会の日には、朝早く起きて弁当を作った。家を買った時は、二人で何度も間取りを見直し、養子の部屋だけは日当たりのいい場所にしようと決めた。私は仕事が忙しく、家のことを由美に任せる場面が多かった。通帳や保険の管理も、数字に強い由美へ自然に任せるようになった。由美は毎月、家計簿をきれいにまとめ、今月も予定通り貯金できたよ、と報告してくれた。私が細かな明細を確認しなくなったのは、由美を信頼していたからだ。今振り返れば、それは信頼と無関心の境目に近かったのかもしれない。家族のために働いているという自負があり、家計を任せることも役割分担だと思っていた。由美が何を考え、どんな不安を抱えているかを、私は十分に聞いていなかった。だが、それは不正をして良い理由にはならない。夫婦の間にすれ違いがあったとしても、署名を偽り、借金を作り、娘を騙すこととは別の問題だ。後になって私は、その二つを混同しないよう何度も自分へ言い聞かせた。健一との友情も、私の人生の大きな部分を占めていた。大学時代、私は人付き合いが得意ではなかった。大勢で騒ぐより、一人で本を読んでいる方が楽だった。そんな私を、健一は何度も外へ連れ出した。就職活動で落ち込んだ時には、夜通し話を聞いてくれた。
私の父が亡くなった時、誰より早く葬儀場へ来て、何も言わずに受付を手伝ってくれた。健一が会社を立ち上げた時、私は心から応援した。最初の事務所は狭く、机も中古だったが、健一はいつか社員を家族ごと守れる会社にすると笑っていた。私はその言葉を信じた。会社の詳しい数字までは聞かなかったが、景気が悪い時に苦労していることは知っていた。だから、もし健一が正直に相談してくれていたら、私は無理のない範囲で助ける方法を探したと思う。金を貸せなかったとしても、専門家や取引先を紹介することはできたかもしれない。それなのに健一は、私へ頼むのではなく、私の知らないところで弓と手を組む道を選んだ。信頼とは、相手が何も悪いことをしないと盲目的に思うことではない。困った時に正直に話してくれると信じることだ。私は弓にも健一にも、その最低限の誠実さがあると思っていた。だからこそ、スーツケースの底にあった一枚の下着は、ただの衣類ではなかった。私が26年かけて築いた信頼の中へ、初めて入った小さな日々だった。疲れただろう。先に風呂へ入っておいでありがとう。じゃあ、甘えさせてもらうね。弓が浴室へ向かうのを見送り、私は玄関に残されたスーツケースをリビングへ運んだ。翌朝も弓は早くから仕事だった。少しでも長く休めるように、汚れ物だけ洗濯かごへ移しておこうと思ったのだ。それは特別なことではなかった。以前にも何度か、私が片付けたことがある。スーツケースを開けると、着替えや化粧品のポーチ、仕事の資料がきちんと収められていた。いかにも弓らしい整理の仕方だった。私は洗濯物の入った袋を取り出した。口を開けた瞬間、知らない香りが鼻に触れた。弓が普段使う、石鹸のような淡い香りではない。甘さの奥に刺激のある、強い香水の匂いだった。ホテルの芳香剤かもしれない。電車で隣に座った誰かの匂いが移っただけかもしれない。そう考えながら、私は袋の中身を一枚ずつ出した。白いブラウス。黒いスカート。肌着。そして、袋の底に見慣れないものがあった。黒い聖地に赤い刺繍が入った派手なレースの下着だった。私は手を止めた。弓が選ぶとは思えないデザインだった。26年一緒に暮らしてきたが、似たものを見た記憶は一度もない。出張先で急に必要になり、買ったのだろうか。そう思って手に取ったが、新品には見えなかった。聖地には洗濯を重ねた柔らかさがあり、内側には小さな汚れが残っていた。胸の奥が、すっと冷えた。誰のものなのか。なぜ弓の洗濯物に混じっているのか。ホテルで誰かの荷物と間違えたのだろうか。しかし、他人の下着が自分の袋に入っていれば、荷造りの途中で気づくはずだ。浴室から、弓の鼻歌が聞こえてきた。私は下着を見つめたまま、何度も深呼吸した。今すぐ問いただしたい気持ちはあった。だが、もし本当にただの間違いなら、私は取り返しのつかない疑いを妻に向けることになる。反対に、何かを隠しているのなら、証拠もないまま聞いても言い逃れをされるだけだ。私は下着を元の位置へ戻し、他の洗濯物も見つけた時と同じように重ねた。スーツケースを閉じ、何もなかったように壁際へ置いた。しばらくして、弓が髪を拭きながら戻ってきた。さっぱりした。お風呂が空いたよありがとう。自分でも驚くほど普通の声が出た。弓は私の顔を見ても、何も気づかなかった。いつものように微笑み、台所から水を持って寝室へ向かった。その背中を見ながら、私は決めた。一度だけ、専門家に相談しよう。真実が何もなければ、それで終わりにする。弓には一生言わない。だが、胸に刺さった小さな違和感を無視したまま、残りの人生を過ごすことはできなかった。翌朝、台所には味噌汁と卵焼きの匂いが広がっていた。おはよう。よく眠れた、弓はエプロン姿で振り返った。私が好きな、少し甘い卵焼きを作っていた。顔色が悪いけど、大丈夫。少し仕事の疲れが残っているだけだよ。私は椅子に座り、
いつも通り朝食を口へ運んだ。しかし、ほとんど味がしなかった。由美はテレビのニュースを見ながら、次の休日に新しくできた店へ行こうと話していた。隠し事など何もないように見えた。私の思い過ごしかもしれない。そう思いたかった。会社へ向かう電車の中で、私はスマートフォンを取り出した。検索欄に、探偵事務所と入力するまで、何度も指が止まった。夕方、私は隣町の小さな調査事務所を訪ねた。応対したのは、私と同年代の落ち着いた男性だった。話を遮らず、最後まで静かに聞いてくれた。奥様の出張予定や、宿泊先についてわかる資料はありますか？会社から届いた日程表を見たことがあります。ホテルの予約確認も、家の共用メールに残っているかもしれません。では、まず誠さんが正当に確認できる資料だけを整理しましょう。こちらで勝手にカード履歴や宿泊記録を取ることはできません。次の出張日に、公共の場所で行動を確認します。その説明を聞き、私は少し安心した。調査員は、違法な方法を使わないとはっきり言った。私が見せた共用メールの予約記録と、由美が置いていた出張日程表を照合し、次の金曜から日曜まで尾行することになった。それからの1週間、私は家で普通の夫を演じ続けた。由美の話に笑い、夕食を一緒に食べ、寝る前には、おやすみと言った。もし私が間違っていたら。その考えが何度も胸を締め付けた。探偵まで雇って妻を疑ったと知れば、由美は深く傷つくだろう。どうか、何もありませんように。私は毎晩、そう願った。昼間、会社にいるときはまだ良かった。目の前の仕事に集中していれば、数時間だけ考えずに済んだ。だが、帰りの電車で自宅の最寄り駅が近づくと、胸が重くなった。玄関を開ければ、由美がお帰りという。その声を聞くたびに、安心したい気持ちと疑う気持ちがぶつかった。ある夜、由美は昔のアルバムを出してきた。養子の結婚式で使う写真を選びたいと言った。この写真、懐かしいね。由美が指さしたのは、養子が5歳の時に2つの家族で海へ行った写真だった。私の隣に健一が立ち、由美と京子が子供たちの帽子を押さえて笑っている。健一くん、昔から全然変わらない。由美はそう言って笑った。私は写真の中の4人を見た。あの頃から何かがあったのか。それとも、まだ本当にただの家族同士だったのか。答えはわからなかった。この写真、式で使ってもいい。養子がいいと言うなら、きっと喜ぶよ。健一くんたちにも見せたいね。由美は何も知らないような顔でページをめくった。私は、写真を破りたい衝動を抑えた。まだ何も確定していない。自分へそう言い聞かせた。夜、由美が眠った後、私は何度も調査依頼を取り消そうとした。スマートフォンで事務所の番号を開き、通話ボタンの直前で指を止めた。妻の自由な時間を調べることへの罪悪感があった。同時に、もし何かがあるなら、早く知るべきだという思いもあった。人は、真実そのものより、真実がわからない時間に消耗するのだと、その時初めて知った。一つの言葉、一つの表情が、すべて意味のあるものに見えた。由美が携帯電話を伏せておけば、誰かからの連絡を隠しているのではないかと思った。帰宅が十分遅れただけで、どこへ寄ったのか考えた。香水の匂いがしない日には、逆に意識して落としたのではないかと疑った。そんな自分が嫌だった。私は、由美の行動を勝手に監視する夫になりたくなかった。だからこそ、専門家へ一度だけ確認を頼み、自分で携帯電話を覗いたり、尾行したりはしないと決めた。調査員にも、必要以上のことはしないでほしいと念を押した。公共の場所で確認できる範囲だけでお願いします。部屋へ入ったり、違法な方法で情報を取ったりは絶対にしないでください。もちろんです。事実と推測を分けて報告します。その言葉が、当時の私には支えだった。何が出ても、事実だけを見る。感情で決めつけない。私はそれを、自分との約束にした。次の金曜の朝、由美は小さなスーツケースを引いて玄関に立った。
日曜の夜には戻るね、気をつけて。無理をするなよ。ドアが閉まってから数分後、私の電話が鳴った。画面には健一の名前が出ていた。よう、せい。今週末、由美ちゃんは出張だろ。久しぶりに飲まないか。悪い。今週は少し疲れているんだ。そうか。無理するなよ。俺も急に会社の付き合いで出かけることになってさ。京子に文句を言われてるよ。健一は笑った。お前は幸せ者だよな。由美ちゃんみたいな奥さん、なかなかいないぞ。その時は、まだその言葉を友情だと思っていた。金曜の夜、調査員から報告が届いた。由美は予定通り大阪の取引先へ行き、仕事を終えた後、一人で夕食をとってビジネスホテルへ戻った。不審な人物との接触はなかった。問題は土曜日だった。朝、由美はホテルをチェックアウトし、新大阪駅へ向かった。改札前でしばらく立ち止まったため、誰かを待っているように見えたという。私は電話を握ったまま、次の連絡を待った。1時間後、調査員からメッセージが届いた。由美は誰とも合流せず、一人で京都方面の列車に乗った。夕方に届いた写真には、温泉街を一人で歩く由美が写っていた。小さな店で食事をし、川沿いの景色を眺め、一人で旅館へ入っていった。予約も1名だった。私はソファに座り込み、長く息を吐いた。由美はただ、一人で休みたかったのかもしれない。仕事と家事の間で疲れをため、誰にも言わずに自分の時間を作っていただけなのだ。あの派手な下着も、いつもと違う自分になりたくて買ったものかもしれない。私は猛烈な自己嫌悪に襲われた。妻を信じられず、他人に尾行までさせた。日曜の夜、帰宅した由美に私はいつも以上に優しく接した。由美は温泉街で食べた料理のことや、静かな川辺のことを楽しそうに話した。私は心の中で何度も謝った。その晩、由美は温泉街で撮った写真を見せてくれた。川沿いの柳、湯気の立つまんじゅう、夕方の石畳。調査員から受け取った写真と同じ場所だった。一人で行ったのを私は、できるだけ何気なく聞いた。由美は一瞬だけ私を見た。驚いた。少しだけごめんね。仕事の出張なのに遊んでると思われたくなくて、言えなかったの。最近、何も考えずに一人で歩きたい時があって、言ってくれればよかったのに、誠は優しいから、きっと言っておいでって言ってくれる。でも、それに甘えるのも悪い気がして、由美の説明は自然だった。私は、胸の奥にあった罪悪感がさらに大きくなるのを感じた。今度は、正直に言ってくれ。ありがとう。由美はほっとしたように笑った。その笑顔を見て、私は自分が最低の夫に思えた。翌日、調査員へ連絡し、一旦依頼を終えたいと伝えた。わかりました。今回確認できた範囲では、奥様は一人で行動していました。下着のことも、私の考えすぎだったのかもしれません。その可能性はあります。ただし、説明がつかない点が残っていることも事実です。何か新しいことがあれば、記憶だけに頼らず、日付と内容をメモしてください。調査員は、私を不安にさせるような言い方をしなかった。私は契約を終え、家へ帰った。その夜、由美へ何か送りたいと思い、仕事帰りに小さな花束を買った。どうしたの？急に由美は驚いて笑った。いつも家のことを任せているから。たまに誠らしくない。悪かったな。二人で笑った。私は、その時間を信じたかった。週末には、由美が行きたいと言っていた店へ一緒に行った。昼食の後、駅前の店を見て歩き、養子の結婚祝いに何を贈るか相談した。由美は、養子が欲しがっていた調理器具のことを覚えていた。私は、現金の方が役に立つのではないかと言った。由美は、それだけじゃ寂しいから、何か形に残るものも渡そうと提案した。その時の由美は、本当に娘を思う母親に見えた。だから私は、定期預金がすでに解約されていることなど想像もしなかった。それから1ヶ月、あの違和感は少しずつ薄れていった。私は以前の生活へ戻ろうとした。仕事を終えれば家へ帰り、
由美と食卓を囲んだ。健一から飲みに誘われれば、都合が合う時は応じた。一度、健一と二人で居酒屋へ行った。最近、由美ちゃんと仲いいか、健一が笑いながら聞いた。なんだ、急に。いや。長く夫婦をやってると会話が減るって言うだろ。うちは京子が細かくて大変だよ。由美とは普通だよ。普通が一番だ。お前は昔から安定してるよな。健一はビールを飲み、私の肩を軽く叩いた。その時の私は、健一が私の家庭の状態を確かめていたとは思わなかった。ただの世間話だと受け取った。後になって思えば、健一は由美が一人で温泉へ行った日に私が何か気づいたか、探っていたのかもしれない。だが、それも証明できる事実ではない。私は今でも、わからないことを無理に一つの答えへ変えないようにしている。ところが、次の出張予定が近づいた頃、調査員から連絡があった。前回、奥様は一人でした。ただ、気になる点が残っています。どんな点ですか？駅で誰かを待つように見えたことと、途中から携帯電話の電源を切っていたことです。それだけで疑うことはできません。今回、確認して終わりにするかどうかは、誠さんが決めてください。私は迷った末、もう一度だけ依頼した。何もなければ、本当に終わりにするつもりだった。土曜日の午後、会社で残務を片付けていると、調査員から短いメッセージが届いた。奥様は一人ではありません。写真を確認してください。震える指で添付画像を開いた。高級ホテルの入り口で、由美が一人の男性と並んでいた。普段より丁寧に化粧をし、親しげに笑っている。男性は由美の腰へ手を添え、耳元で何かを話していた。私は画面を拡大した。見間違えるはずがなかった。健一だった。30年以上信じてきた親友が、私の妻の腰を抱いていた。息ができなくなった。数日前、健一が電話で言った言葉が耳に戻ってきた。由美ちゃんみたいな奥さんは、なかなかいない。あれは私を気遣う言葉ではなかったのかもしれない。私は暗い事務所で、一人立ち尽くした。ここまで私の話を聞いてくださって、本当にありがとうございます。もしよければ、皆さんが今どの町、どの国から聞いているのか、コメントで教えてください。知らない場所で誰かが耳を傾けてくれていると思うだけで、あの時の私なら少し救われたはずです。日曜の夜、由美は小さな菓子袋を持って帰ってきた。ただいま。今回は少しだけお土産を買えたよ。お疲れ様。私は驚くほど静かな声で答えた。責めない。問いたださない。写真だけで結論を出してはいけない。それに、感情を爆発させれば、二人は証拠を消すかもしれない。翌日の夜、私は調査事務所へ行った。机の上には、ホテルへ入る由美と健一の写真が並べられていた。二人が同じ階へ上がったことは確認できたが、調査員は慎重だった。親密な関係に見えます。ただし、これだけで部屋の中の行動までは断定できません。さらに、過去の出張予定を、私が保存していたメールや家のカレンダーと照合した結果を見せられた。大阪、名古屋、福岡。由美が週末に出張した日と、健一がゴルフや仕事の旅行だと言って家を空けた日が、何度も重なっていた。偶然とは思えなかった。調査員は、図の写真を差し出した。もう一つ、説明できない点があります。ホテルのロビーで、由美と健一の少し後ろを歩く女性が写っていた。帽子を深くかぶり、顔は見えない。別の日、別の都市の写真にも、同じような体格と服装の女性がいた。毎回、同じ人物とは断定できません。しかし、似た女性が近くにいます。私は写真を見つめた。妻と親友の裏切りだけではない。その後ろに、もう一人いる。その事実が、なぜか不倫の写真以上に恐ろしく感じられた。帰宅すると、由美はエプロン姿で玄関まで迎えに来た。今日は少しごちそうだよ。健一くんが、美味しい肉を持ってきてくれたの。その名前を聞いた瞬間、胃の奥がねじれた。健一が来たのか。誠は仕事で疲れているから、元気をつけてほしいって。
本当にいい友達を持ったね。ユミは何のためらいもなく言った。食卓には高そうな牛肉が並び、ユミは楽しそうに焼いていた。私は一切れを口に入れたが、味はわからなかった。どう？美味しい？ああ。ありがとう。笑顔を作るだけで、頬の筋肉が引きつりそうだった。食後、ユミが家計のファイルを持ってきた。少し相談があるんだけど、何代長く積み立ててきた保険が、もうすぐ満期になるでしょう。そのままにするより、金利のいい口座へ移した方がいいと思うの。私が手続きをしておこうか。ユミは、解約返礼金と満期金の見込み額を指でなぞった。急ぐ話なのか、急ぎではないよ。でも、誠も来年には定年でしょう。老後のために、早めに整理しておきたいの。来年には定年。その言葉が、急に別の意味を持って聞こえた。ユミは私の資産を、今のうちに自分の管理下へ移そうとしているのではないか。わかった。少し考えさせてくれ。誠のために調べたことだから、ゆっくり考えて。ユミは寂しそうに微笑んだ。以前なら、その顔を見ただけで私はすぐ同意していただろう。その夜、ユミが眠った後、私は書斎で自分名義の通帳と保険書類を確認した。家計の管理は長年、ユミに任せていた。私は毎月の残高を大まかに見るだけで、細かな動きまで確認していなかった。通帳を開き、私は息を止めた。毎月、一定額が別の口座へ移されていた。生活費とは考えにくい金額だった。私が養子の結婚祝いとして積み立てていた定期預金も、半年前に解約されていた。ユミが管理している口座へ移した形跡はあるが、その先がわからない。私は翌日、昼休みにインターネットバンキングの履歴を確認した。過去に遡れる範囲だけでも、不自然な送金は何年も続いていた。小さな金額を繰り返し動かし、時々大きな額を混ぜている。家の修繕費、養子への援助、保険料。適用欄には、それらしく見える言葉が並んでいた。だが、私は修繕業者の名前も、養子へ渡した記憶もなかった。その日の夕方、私は銀行の相談窓口へ行った。本人確認を済ませ、自分名義の口座について過去の取引明細を請求した。すべてがすぐに揃うわけではなく、古い履歴は後日郵送になると言われた。それでも、目の前に出された明細だけで十分だった。7年ほど前から、合計で1200万円近い金が、ユミの管理口座へ移されていた。しかも、私の知らないカードローンの返済が始まっていた。残高は1600万円。契約時の書類を確認すると、私の署名に似せた文字と、実印の印影が使われていた。申し込み方法には本人確認の不備が疑われる点があり、銀行は内部調査を始めると言った。合計2800万円。私が家族のために働き、少しずつ蓄えてきた金の一部が消え、さらに私の名義で借金まで作られていた。数字を見ても、最初は現実として受け止められなかった。2800万円という額は、紙の上ではただの文字だった。だが、その一つ一つには私の時間が入っていた。休日出勤した日。養子の学費を払うため、欲しかった車を諦めた年。ユミと老後に旅行するため、毎月決まった額を別口座へ移した年月。私は銀行員へ何度も確認した。この借り入れは、本当に私の名義なんですか？書類上はそうなっています。ただし、ご本人が申し込んでいないとおっしゃる以上、不正の可能性として調査します。契約した日の記録はありますか？来店時の記録と提出書類を確認します。古い契約ですので、保存されている資料を本部から取り寄せる必要があります。お金は、どこへ振り込まれたんですか？現時点でお伝えできるのは、西洋名義の口座へ入金された後、複数回に分けて別口座へ移されたということです。詳細は本人確認の上、正式な明細としてお渡しします。銀行員は慎重に言葉を選んでいた。私は、その慎重さに苛立ちそうになった。今すぐすべて教えて欲しかった。だが、金融機関が簡単に他人の情報を話せないことは理解できた。ユミの管理口座も、名義によっては私が自由に確認できない。
健一の会社口座など、なおさらだった。だから私は、自分が正当に取得できる資料から一つずつ集めるしかなかった。家へ戻る前に、私は駅前の喫茶店へ入り、ノートを開いた。最初に不自然な送金が始まった年月。カードローンの契約日。由美の出張日。健一が旅行だと言っていた日。思い出せる範囲で書き出した。7年前の春、健一は会社の大きな取引が決まりそうだと話していた。ところが、その年の夏には、先方の都合で話が流れた、と言っていた。秋には、由美が家計を見直したいと言い、保険や定期預金を整理し始めた。当時の私は、由美が老後を考えてくれているのだと思った。その翌年、健一は新しい機械を導入したと自慢していた。高価な設備だった。私は会社が持ち直したのだと喜び、祝いの品まで送った。今見ると、その頃に私名義の借り入れが始まっていた。私の金で買った機械を、健一は私へ自慢していたことになる。喫茶店のテーブルで、私は吐き気をこらえた。だが、推測だけでは証拠にならない。私はノートの右側に線を引き、確認済みと、推測を分けて書いた。確認済み。私名義の口座から不自然な送金がある。私が申し込んでいない借り入れがある。署名は似ているが、私が書いたものではない。実印の印影が使われている。由美と健一は複数回、同じホテルへ入っている。その近くに京子らしい女性がいる。推測。由美が書類を作った。健一の会社へ金が流れた。京子も計画へ加わっている。私は、その二つを混ぜないようにした。感情が強くなるほど、人は自分に都合のいい結論へ急ぐ。私は由美たちと同じように、事実をねじ曲げたくなかった。その夜、家へ帰ると由美は洗濯物を畳んでいた。遅かったね、銀行へ寄っていた言った瞬間、由美の手が止まった。銀行。どうして、私は由美の顔を見た。会社で財形の確認があってね。自分の口座番号が必要だったんだ。ああ、そうなんだ。由美はすぐに笑ったが、折りたたんでいたタオルの角がずれていた。普段なら、由美は必ず端をきれいに合わせる。ほんの小さな乱れだった。それでも私は、由美が銀行という言葉に反応したことを覚えておいた。何か変わったことはなかった。別に。どうして？いや、最近、不正利用のニュースが多いから、そうね。怖いね。由美は畳み直したタオルを棚へ置いた。その横顔は落ち着いていたが、私は確信し始めていた。由美は、私が口座を詳しく見ることを恐れている。私は銀行の椅子に座ったまま、しばらく立ち上がれなかった。由美が一人でやったのか。健一が関わっているのか。写真に写っていた女性は誰なのか。わからないことばかりだった。その夜、健一から電話があった。昨日の肉、食べたか？ああ。美味しかったよ。ありがとう。よかった。お前は仕事ばかりで息抜きが下手だからな。長生きしろよ。お前が倒れたら、由美ちゃんが悲しむぞ。電話を握る手に力が入った。私の妻とホテルへ入り、私の家へ肉を持ってきて、その口で長生きしろという。健一の神経が理解できなかった。どうした？声が変だぞ。危ない。私はゆっくり息を吐いた。なんでもない。少し疲れているだけだ。そうか。無理するなよ。電話が切れた後、私は会社のトイレの個室へ入り、両手で顔を覆った。怒りより先に、悔しさがこみ上げた。家へ帰れば、私の金を動かしているかもしれない妻がいる。外には、何も知らない親友の顔をした健一がいる。逃げ場がなかった。私はその日の夜、調査員へ電話をした。もう限界です。すぐに全部、二人へ突きつけたいお気持ちはわかります。ただ、もう一人の女性が誰かを確認するまで待ってください。資金の流れとも関係している可能性があります。どうやって確認するんですか？次回の行動を追います。それと、最初に見つけた下着がまだ家にあるなら、触らずに保管してください。
検査で奥様のものではないとわかるだけでも、女性の存在を裏付ける材料になります。ただし、それだけで持ち主までは特定できません。調査員の説明は現実的だった。私は由美があの下着をどうしたのか知らなかった。すでに捨てた可能性もある。数日後の深夜、由美が眠った後、私は出張用のスーツケースを確認した。内側のポケットには、にもなかった。クローゼットの引き出しにも見当たらない。諦めかけたとき、スーツケースの底板の下に、薄い黒いポーチが挟まれているのを見つけた。ファスナーには、桁の小さな南京錠がついていた。由美の誕生日。私たちの結婚記念日。どちらも開かなかった。その時、胸の奥に嫌な予感が走った。健一の誕生日。私は、0830とダイヤルを合わせた。小さな音がして、鍵が開いた。全身から血の気が引いた。中には透明な袋があり、あの派手な下着が入っていた。なぜ捨てずに持っているのか。後になって分かったが、由美は次の出張で、持ち主へ返すつもりだった。見つけてからまだ1週間ほどしか経っておらず、家のゴミへ出せば私に気づかれると考えたのだろう。私は袋の外側だけを持ち、そのまま調査員へ渡した。検査結果が出るまで、10日ほどかかった。付着物から、奥様とは異なる女性の DNA 型が検出されました。ただし、比較する資料がないので、誰のものかはわかりません。やはり、由美のものではないんですね。その可能性は高いです。しかし、これだけで断定はしないでください。調査員は同時に、次の出張で撮影した写真を見せた。由美と健一が、また同じホテルへ入っていた。その20分ほど後、帽子をかぶった女性が別の入り口から入った。翌朝、調査員はその女性がホテルを出るところを正面から撮影していた。健一の妻、京子だった。私は写真を見たまま言葉を失った。京子は長年、由美と親しくしていた。家族で食事をするときは、いつも控えめに笑っていた。健一の一歩後ろを歩く、静かな人だと思っていた。三人で何をしているんですか。調べた範囲では、由美さんと健一さんが一緒に入った後、京子さんが別の入り口から合流しています。三人は2部屋を使っていました。一つは宿泊用、もう一つは打ち合わせに使っているようです。打ち合わせ。部屋の中は確認できません。ただ、出入りするときに封筒や書類ケースを持っています。翌日、健一さんの会社へ向かうこともありました。調査員は、私が銀行から受け取った明細を見ながら言った。この送金先について、誠さんが正式に銀行へ紹介した結果が出れば、関係が見えるかもしれません。数日後、銀行から古い取引履歴が届いた。由美の管理口座へ移された金の一部は、さらに複数の口座を経由し、最終的に健一が経営する小さな会社へ流れていた。健一の会社は、金属部品を扱う下請け企業だった。表向きは堅実に見えたが、ここ数年は取引先を失い、資金繰りが悪化していた。調査員が集めた公開情報と、私の明細を照らし合わせると、流れははっきりしていた。7年前、健一の会社が大きな損失を出した頃から、由美の送金が始まっている。最初は数万円から数十万円だった。やがて金額が増え、指名義の借り入れまで使われるようになった。由美と健一の籍系が、最初から26年間続いていた証拠はなかった。おそらく、結婚生活の大半は本物だった。だからこそ、私はさらに苦しかった。7年前のどこかで、由美は私を夫ではなく、利用できる資金源として見るようになった。健一は親友の立場を利用し、私の収入や退職時期を知った。京子も会社の借金と自分たちの生活を守るために加わった。三人は出張を隠れ蓑にし、ホテルで書類を整え、次に動かす金額を相談していた。あの下着は、ホテルの大浴場を利用した京子が着替えをまとめた際、由美の洗濯袋へ入れてしまったものだった。由美は帰宅後に気づき、次の出張で返すまで隠していた。私が見つけた小さな違和感は、7年続いた計画の端だった。調査員と私は、
確認できた資料を時系列に並べた。7年前、健一の会社は主要な取引先を失った。売上が大きく落ちた一方で、機械のローンと工場の賃料は残った。健一は金融機関から追加融資を受けようとしたが、業績の悪化を理由に断られていた。その頃、由美は健一から相談を受けたらしい。最初の送金は10万円だった。適用欄には家電購入と書かれていた。翌月に50万円、その2ヶ月後に100万円。少額を混ぜながら少しずつ増えている。由美は家計の余裕資金を動かし、健一は会社が立ち直ったら返すと約束したのだろう。だが、会社は立ち直らなかった。むしろ、私から金が入ることで、健一は赤字の原因を見直さずに済んでしまった。古い設備を更新し、社員の給与を払い、取引先への支払いを先延ばしにした。一度だけなら助けだったかもしれない。それが2度、3度と続き、やがて健一の会社は私の資産を前提に動くようになった。由美も、最初の不正を隠すために次の不正へ進んだ。帰ってくれば元に戻せる、そう考えていた時期があったのかもしれない。しかし、戻せない金額まで膨らんだ時、由美は真実を話すのではなく、指名義の借り入れを作る道を選んだ。京子が加わった時期は、3年ほど前と推測された。健一の会社の経理資料を京子が手伝うようになり、由美が送金した額と返済日を一覧にまとめていた。3人のホテル利用が増えたのも、その頃からだった。調査員は、ホテルの予約方法にも特徴があると説明した。由美は会社が手配した大阪のビジネスホテルに金曜だけ泊まる。土曜の朝に出て、別の都市へ移動する。そこでは健一の会社名義や京子個人の予約を使い、現金で支払うことが多かった。由美と健一が同時に入るのは、周囲から見れば出張中の知人が合流したように見せるためだった。京子は少し時間をずらし、別の入り口から入る。3人は2部屋を取り、一方で資料を広げ、もう一方を宿泊に使った。外から見れば、由美と健一が不倫旅行をしているように見える。だが、実際にはその印象さえ、第三者の存在を隠す壁になっていた。もし誰かに見られても、疑われるのは男女関係であり、組織的な資金移動までは考えにくい。不倫を疑わせることで、本当の目的を隠していた可能性があります。調査員はそう言った。私は苦笑した。妻と親友の不倫だけでも十分に地獄だと思っていました。そうですね。調査員は視線を落とした。ただ、事実がわかるまでは断定できません。男女関係が全くなかったとも言い切れませんが、現在確認できる中心は金銭です。私はうなずいた。由美と健一が体の関係を持っていたかどうか。以前の私なら、それが最も重要だったかもしれない。だが、すでに問題はそこを超えていた。二人は、私が働いて得た金を勝手に動かし、私の名義で借金を作った。京子もその管理を手伝っていた。たとえ一度も同じベッドで眠っていなかったとしても、三人は私の人生を共同で裏切っていた。調査員は、京子がホテルから持ち出した書類ケースの写真を拡大した。透明な部分から、数字の並んだ表がわずかに見えた。この写真だけで内容は読めません。ただ、銀行の明細と照合すると、会合の直後に送金が行われている日が複数あります。私は日付を見た。ある会合の翌日、200万円。別の会合から3日後、150万円。由美が一人で温泉へ行った最初の調査日は、送金がなかった。おそらく、あの日は本当に一人で休んでいたのだ。その事実が、かえって由美を理解しにくくした。由美には疲れを感じ、一人になりたいと思う普通の部分があった。家族を気遣い、料理を作る部分もあった。同じ人間が、別の日にはホテルで私の資産を動かす相談をしていた。人は、完全な善人か完全な悪人かのどちらかではない。だが、複雑な人間であることは、選んだ行動への責任を軽くしない。私はそのことを、資料を見ながら何度も考えた。調査員は、ホテルのラウンジで偶然近くの席になった際にろくれた、短い会話も聞かせてくれた。
雑音が多く、すべては聞き取れなかった。次の文、いつ動かせる、健一の声だった。満期の書類が通れば、かなり入るわ、由美が答えた。その前に、本人が明細を見たらまずい、強子らしい女性の声が小さく入った。大丈夫よ。誠は私を信じているから、その一言だけで十分だった。由美は脅されているのではない。自分の意思で参加している。私は目を閉じた。26年の結婚生活すべてが嘘だったわけではない。養子が生まれた時、由美が泣いて喜んだことも、私が熱を出した夜に看病してくれたことも、少なくともその瞬間には本物だったのだと思いたい。だが、7年前からの由美は、私の信頼を道具にしていた。過去のすべてまで偽物に変えてしまうほど、重い裏切りだった。私は、調査員から紹介された弁護士の事務所を訪ねた。年配の弁護士は、銀行の明細、ホテルの写真、会話の記録を一つずつ確認した。まず、今ある被害をやめます。誠さん名義の口座は、銀行へ不正利用の疑いを届けてください。奥様に与えていた代理権があるなら撤回し、カードとオンライン取引の認証情報も変更します。健一の会社へ流れた金は戻りますか？すぐに全額とは言えません。会社の支払いに使われていれば、回収には時間がかかります。ただし、これ以上の流出は止められます。偽造された借入契約についても、銀行の内部調査と並行して争いましょう。警察には、今すぐ行くべきでしょうか？相談は始めます。ただ、現時点で分かっていることと、証明できることを分けなければなりません。過去の書類が誰によって作られたのか。今後も同じ手口を使うつもりなのか。その証拠が必要です。弁護士は私をまっすぐ見た。辛いお願いですが、奥様にはまだ気づかれてはいけません。少しでも疑われれば、書類や端末を処分される可能性があります。あの家で、何も知らない夫を続けろということですか？はい。ただし、長くは続けません。誠さんの安全を優先し、必要な範囲だけです。私は両手を膝の上で握った。由美と同じ食卓につき、同じ寝室で眠る。考えるだけで吐き気がした。それでも、養子のために残した金まで奪われていた。私名義の借金もある。ここで感情に任せれば、由美たちは私が一番守りたいものをさらに傷つけるかもしれない。やります。自分の声が、驚くほど静かに聞こえた。翌朝、由美はいつものようにコーヒーを入れた。この前の保険の件なんだけど、ここへ署名と印鑑をお願いできる。由美が差し出したのは、私名義の長期積立保険を解約し、満期前に資金を移すための申込書だった。受取額はおよそ1000万円。健一の会社が必要としている額とほぼ同じだった。いいよ。君が調べてくれたんだから、任せる。私は書類へ署名した。ただし、弁護士と相談した通り、銀行へ届け出ている実印ではなく、前日に100円ショップで買った似た形の印鑑を押した。由美は印影を確かめ、満足そうに笑った。ありがとう。これで老後も安心だね。安心だ。私は微笑みながら答えた。由美が手続きを試みれば、印鑑が違うとわかる。そこで由美が諦めるのか、私の実印を無断で使い、署名まで書き直すのか。その行動が、今後の証拠になる。弁護士の助言を受け、私は自宅の共有スペースだけに小型カメラを設置した。場所は、由美が家計の書類を扱う書斎と、リビングのテーブルが映る棚の上だった。寝室や浴室には置かなかった。機器を設置する前に、日時と設置場所を記録し、データの扱いも弁護士へ確認した。私は復讐のために盗み見をしたかったのではない。自分の名義を使った偽造を止めるため、必要な証拠だけを残したかった。2日後、由美が入浴している間に記録媒体を回収した。書斎のドアを閉め、パソコンで映像を再生した。最初は、由美が一人で書類を確認しているだけだった。昼過ぎ、玄関の呼び鈴が鳴った。いらっしゃい、健一くん。由美がドアを開け、健一を中へ入れた。二人はリビングのテーブルに並んで座った。
本当に何も気づいてないのか、多分ね。普通に署名したもの、由美は例の申込書を広げた。でも、印鑑が違った。窓口で止められるわ、健一の顔から笑みが消えた。まずいな。今月末までに金が入らないと、会社が持たない、誠の実印は私が保管してる。署名も書き直せばいい前の借入類と同じように。そう。今まで問題なかったでしょう。その言葉を聞いた瞬間、背中が冷たくなった。過去の借入類も、由美が作った。映像の中で、由美は白い紙へ何度も私の名前を書いた。筆跡を確かめながら、少しずつ形を似せていく。健一は封筒から私の実印を出し、机の上へ置いた。京子にも確認させよう。数字の欄を間違えたら困る。今夜、写真を送るわ、頼む。これが通れば、少し時間を稼げる。二人の会話は、ホテルで聞いたものよりはるかに具体的だった。由美が私の署名を真似る様子。健一が実印を手渡す様子。過去の借り入れも同じ手口だったと認める言葉。すべてが映っていた。映像を止めた後、私はしばらく画面の前から動けなかった。由美の手元には、私が何度も見てきた家計用のペンがあった。家族旅行の申込書を書いた時も、養子の学校へ提出する書類を書いた時も、由美は同じペンを使っていた。そのペンで、今は私の署名を真似ている。健一が触れていた実印は、父から受け継いだものだった。家を買うとき、由美と二人で役所へ行き、印鑑登録をした。私は重要なものだからと、由美へ保管を任せた。信頼して渡したものが、私を騙す道具になっていた。映像の中で二人は、思ったほど悪人らしい顔をしていなかった。由美はいつもの落ち着いた表情で数字を確認し、健一は仕事の打ち合わせをするように書類をめくっていた。大声で笑うことも、私を残酷な言葉で罵ることもなかった。その普通さが、一番恐ろしかった。二人にとって、私の署名を偽ることは、もう特別な行為ではなかった。何度も繰り返した日常の作業になっていた。私は再生位置を戻し、会話を一言ずつ書き起こした。健一が、前の借入類と同じようにと言った時刻。由美が実印を使うと言った時刻。京子へ数字を確認させると話した時刻。感情を入れず、聞こえた言葉だけを記録した。何度も同じ場面を見るうちに、手の震えは止まった。悲しみが消えたわけではない。ただ、私の中で役割が変わった。私はもう、妻の真意を知ろうとしている夫ではなかった。自分と娘の生活を守るため、事実を残す被害者になっていた。データを保存した後、私は機器の設置日時、回収日時、ファイル名を一覧にした。元の記録媒体には手を加えず、複製だけを確認用に使った。弁護士から、証拠は内容だけでなく、どのように保管されたかも重要だと聞いていたからだ。翌朝、由美は何も知らずに私へ弁当を渡した。今日は鮭を入れたよ。最近、ちゃんと食べてないでしょう。ありがとう。仕事、無理しないでね。由美は本気で心配しているように見えた。私は弁当を受け取りながら、昨夜の映像を思い出した。同じ手が、私のために鮭を焼き、私の署名を偽っていた。人の心は、一つの言葉では説明できない。由美が私を気遣う気持ちを完全に失っていたとは思わない。だが、その気遣いより、自分の罪を隠し、健一の会社を守ることを選び続けた。愛情が少し残っていたとしても、裏切りを止める力にはならなかった。会社へ着き、弁当箱を机の引き出しへ入れたとき、私は初めて離婚をはっきり決めた。それまでは、どこかで説明を待っていた。由美が脅されていた、健一に利用されていた、何かやむを得ない事情があった。そんな可能性を捨てきれなかった。しかし、映像の由美は自分で方法を考え、私の筆跡を練習し、京子へ確認を頼んでいた。もう、守るべき夫婦関係は残っていなかった。私はデータを2つの USB メモリーへ複製し、1つを弁護士へ渡した。元の記録媒体も封をして保管した。弁護士は映像を確認し、
すぐに銀行の不正調査担当と警察の相談窓口へ連絡した。これで、単なる夫婦間の使い込みではなく、署名と印鑑を使った偽造の疑いが明確になりました。ただし、最後まで手順を守りましょう。翌朝、私は銀行で自分名義の口座について手続きをした。すべてのカードを停止し、オンライン取引の認証を変更した。ユミに与えていた手続き上の権限も撤回した。保険会社には、本人が対面で確認しない限り、解約や受取口座の変更を行わないよう申し入れた。古い借入契約と家に関する担保書類については、銀行が正式に調査を始めた。本人確認の記録に不自然な点があり、担当者も重大な問題だと認めた。家がすぐ安全になったわけではない。だが、少なくとも新しい取引は止まった。その日の午前11時、会社で仕事をしていると、ユミから電話がかかってきた。今、少し話せる、声が明らかに上ずっていた。あ、どうしたんだ、保険の手続きに行ったんだけど、印鑑が違うって言われたの。それに、口座の確認も必要だって、そうなのか。私が間違えたかな、誠の口座も、一部の取引が止まっているみたい。何か心当たりはない。ないよ。カードの不正利用でもあったのかな。今日は会議が続くから、帰ってから確認するよ。今日中にできない。ユミの声が一瞬だけ鋭くなった。私はわざと不思議そうに聞き返した。急ぐ金ではないだろう。電話の向こうで沈黙があった。そうだけど、心配だからわかった。時間ができたら電話するよ。通話を終えた後、私は机に手を置いた。ユミの焦りは、私への心配ではなかった。健一の会社が必要としている金が動かせない。それだけだった。夕方には、健一からも電話があった。よう、せい。ユミちゃんから聞いたんだけど、口座が止まってるらしいな。友人が他人の口座事情へここまで踏み込むのは不自然だった。それでも健一は、焦りを隠せていなかった。あ、銀行の確認みたいだ。早く解除した方がいいぞ。ユミちゃんも不安がってる。週末に窓口へ行くよ。週末じゃ遅いだろ。健一は思わず声を上げた。すぐに取り繕ったが、もう遅かった。いや、ほら。家計のことだから早い方がいいと思ってさ。わかった。明日、時間があれば確認する。私は電話を切った。その夜、ユミはリビングのソファに座り、青ざめた顔で待っていた。銀行には連絡してくれた。忙しくてできなかった。明日も会議があるから、明後日になるかもしれない。明後日、ユミは強い声を出し、すぐに口を閉じた。どうして、そんなに急ぐんだ。だって、私たちのお金でしょう。不安になるのは、普通じゃない。26年間、私はユミの様々な表情を見てきた。疲れた顔。怒った顔。娘の成長を喜ぶ顔。だが、金が動かないだけでここまで追い詰められた顔は、初めて見た。明日、できるだけ時間を作るよ。そう答えると、ユミはかすかにうなずいた。翌朝、ユミは突然落ち着きを取り戻していた。台所で鼻歌を歌い、いつも通り卵焼きを作っていた。昨日までの焦りが消えている。私は嫌な予感を覚えた。会社へ着いてすぐ、調査員へ連絡した。昼前、返事が来た。健一さんの会社へ、今朝まとまった入金がありました。公開されている差し押さえ情報と取引先の動きから見ると、今日の支払いだけは切り抜けたようです。私の口座からではない。ユミは、別の場所から金を用意した。その時、スマートフォンが鳴った。養子からだった。お父さん、手術、本当に大丈夫なの？電話に出た瞬間、娘の泣き声が聞こえた。手術。何の話だ？隠さなくていいよ。お母さんから聞いた。胃に悪いものが見つかって、早く手術をしないと危ないんでしょう。私は何も言えなかった。銀行の問題で、すぐに治療費が出せないって。健一おじさんが病院を紹介してくれて、会社を通せば早く手続きできるって言うから、養子は息を詰まらせながら続けた。私、結婚のために貯めていた480万円を、今朝振り込んだの。お父さんが助かるなら、
それでいいと思って頭の中が真っ白になった。私の口座を止められたユミたちは、養子を狙った。父親の命が危ないと嘘をつき、娘が何年もかけて貯めた結婚資金を健一の会社へ送らせた。養子、よく聞いてくれ。自分の声が震えていた。お父さんは病気ではない。手術の予定もない。お母さんの話は嘘だ。お父さんの金を動かせなくなったから、今度はお前を騙したんだ。長い沈黙の後、養子が小さく言った。そんなわけないよ。信じたくないのはわかる。でも、本当なんだ。今から銀行へ連絡して、組戻しの手続きをしてくれ。振込先の情報はさずに残しておくんだ。お母さんが、私にそんなことをするの、娘の声が崩れた。私は胸をえぐられるような痛みを感じた。養子は何も悪くない。病気の父親を助けようとしただけだ。お前は悪くない。お父さんを助けようとしてくれた。その気持ちは絶対に忘れない。電話を切った後、私はすぐに弁護士事務所へ向かった。養子が振り込んだ時刻、金額、口座、ユミから届いたメッセージ。すべてを保存した。弁護士は資料を確認し、表情を引き締めた。これは大きな転換点です。奥様たちは、独立して暮らす娘さんへ、父親の病気という具体的な嘘を伝え、第三者の会社口座へ送金させています。金融機関と警察へ、直ちに被害を申告しましょう。金は戻りますか？まだ入金直後です。使われる前なら、振込先口座を止められる可能性があります。保証はできませんが、今すぐ動けば間に合うかもしれません。私は養子と一緒に、電話で銀行へ事情を説明した。ユミからのメッセージと振込記録を提出し、警察にも相談した。健一の会社が今日の支払いに使った金が、養子の振り込みそのものなのか、それとも別の入金なのかは、まだわからなかった。だが、養子の480万円は、午後の段階で受取口座に残っていることが確認され、銀行は取引を一時停止した。完全に戻るまで安心はできない。それでも、間に合う可能性はあった。弁護士は机の上で手を組んだ。誠さん。ここから先は、感情だけで動いてはいけません。銀行と警察が確認できる形で、彼らに次の行動をさせます。何をするんですか？奥様たちが、偽造した書類を実際に提出するところまで確認します。ただし、資金は動かないよう金融機関と調整します。誠さんが直接危険な場所へ出る必要はありません。私は迷った。すぐに家へ帰り、ユミへ養子の泣き声を聞かせたかった。健一の会社へ乗り込み、何をしたのか問いただしたかった。しかし、怒鳴ったところで金は戻らない。偽造の証拠を隠されれば、過去の借金や家の担保まで争うのが難しくなる。もし皆さんが私の立場だったら、すぐに家へ戻って相手を問い詰めるでしょうか。それとも、苦しくても証拠が揃うまで待つでしょうか。正解が一つとは思いません。よければ、自分ならどうするかをコメントで教えてください。あの時の私は、娘のお金を守るために待つ道を選びました。私は弁護士へ向かって、ゆっくりうなずいた。最後までやります。弁護士と銀行が用意したのは、ユミたちの行動をやめながら、提出の事実を確認するための手続きだった。氏名義の積立保険について、実際の解約はすでに停止されている。私が対面で意思確認をしない限り、1円も動かない。一方で、ユミが持っている申込書は、私の署名を真似、実印を押し直したものだった。銀行はその書類が窓口へ出された時点で受理せず、確認のため別室へ案内する。警察は提出の経緯を確認し、必要なら任意同行を求める。私が映画のような罠を仕掛けたわけではない。ユミたちが自分で作った偽造書類を自分の意思で持ち込む。その行動を金融機関と捜査側が正式な手順で記録するだけだった。その夜、私はユミと向かい合って夕食を食べた。養子から連絡はあった。私はできるだけ自然に尋ねた。ユミの箸が一瞬だけ止まった。どうして？来年の式のことを少し聞きたくてね。忙しいんじゃないかな。今度、
私から連絡しておく。由美は平然と答えた。自分の娘から480万円を騙し取った、その日の夜だった。それでも由美は、味噌汁をすすり、テレビを見て笑った。私は初めて、由美という人間がわからなくなった。26年一緒に暮らした人が、目の前で知らない誰かへ変わっていく。いや、変わったのではない。私が長い間、見ようとしなかった部分が、ようやく見えただけなのかもしれない。食後、由美は例の申込書を持ってきた。印鑑を押し直しておいたよ。誠が前に使っていたものと同じだったから、私が間違えたみたい。自分で実印を持ち出し、私の署名を書き直したとは言わなかった。そうか。手間をかけさせたね。明日の午前中、銀行へ行ってくる。健一くんが近くまで車で送ってくれるって。私は胸の奥で、最後の線が切れるのを感じた。由美は、もう隠そうとすらしていない。私が何も疑わないと信じきっていた。翌朝、由美はいつもより丁寧に化粧をしていた。今日は少し遅くなるかもしれない。わかった。気をつけて。玄関で見送ると、由美は微笑んだ。本当にありがとう。これで私たちの将来も安心だね。ああ、私は答えた。今日で、はっきりする。由美は意味に気づかず、手を振って外へ出た。私は会社へ行かず、弁護士事務所へ向かった。調査員も来ていた。銀行からは、由美と健一が店舗へ入ったという連絡が入った。二人は窓口で、私名義の申込書と本人確認書類の写しを提出した。由美は、夫から手続きを任されていると説明し、健一は、家族同然の友人として付き添っていると話したという。窓口担当者は予定通り、本人確認のため少し時間がかかると伝え、二人を別室へ案内した。その間に銀行の不正調査担当が書類を確認し、警察へ連絡した。私たちは店舗内の別の部屋で待っていたが、私は由美と直接顔を合わせる予定ではなかった。しかし、銀行側が資本人の意思をその場で確認したいと言い、弁護士同席の下で短い面談をすることになった。応接室のドアが開いた。由美が先に入り、私の姿を見た瞬間、足を止めた。後ろにいた健一も、顔色を失った。どうしてここにいるの？私は立ち上がらず、二人を見た。私名義の書類が提出されたと聞いて、本人確認に来た。これは、あなたが頼んだ手続きでしょう。由美は笑おうとした。しかし、口元が震えていた。弁護士が静かに書類を机へ置いた。誠さんは、この署名をしていません。この実印を押すことも許可していません。健一が一歩後ろへ下がった。何を言ってるんだ。夫婦の間の話だろう。夫婦であっても、本人の署名を偽り、無断で印鑑を使って金融書類を提出してよいことにはなりません。弁護士は別の封筒を開いた。さらに、過去の借入契約にも同様の疑いがあります。銀行はすでに内部調査を進めています。由美の視線が私へ向いた。何か誤解してる。私は全部、私たちのために、養子に、私が胃の病気だと話したのも、私たちのためか。由美の顔から表情が消えた。健一が由美を見た。お前、もうバレたのか。その一言で、二人は自分たちの関与を自ら認めた。私は机の上に、養子へ送られたメッセージの写しを置いた。病院の名前も、手術の日程も、全部でたらめだった。養子はお前たちを信じて、結婚資金の480万円を振り込んだ。違うの。後で返すつもりだった。由美は慌てて言った。返すつもりなら、なぜ病気だと嘘をついた。由美は答えられなかった。私は健一を見た。会社が苦しいなら、なぜ私に相談しなかった。健一は唇を噛み、しばらく黙っていた。相談して、お前が金を出すと思うか。やがて、低い声で言った。お前は昔から慎重だった。会社の状態を見れば、貸さなかっただろう。だから、騙して奪ったのか。最初は借りるだけのつもりだった。7年間もか。健一の肩が落ちた。私は由美へ視線を戻した。最初に金を動かしたのは、いつだ。由美は何も言わなかった。7年前、健一の会社が取引先を失った時か。由美の目が揺れた。
それが答えだった。健一くんに頼まれたの。少しだけなら返せるって。会社が立ち直れば、全部戻るはずだった。それで、私名義の借金を作ったのか。途中から、引き返せなくなったのよ。引き返せなかった人間が、娘に父親の病気を信じさせるのか、由美は泣き出した。だが、その涙を見ても、私の心は動かなかった。銀行の担当者が入室し、提出された書類は受理できないこと、関連口座の取引を停止して調査することを告げた。その後、警察官が2人入ってきた。提出書類と過去の借入契約について、事情をお聞きします。任意で署まで同行していただけますか。由美は私の腕へ手を伸ばした。お願い。警察だけはやめて。夫婦の中で解決できるでしょう。私は椅子から立ち上がった。夫婦の中で終わる話ではなくしたのは、由美、お前だ。健一は突然、声を荒らげた。待てよ。家の担保はどうなる？俺の会社が倒れたら、お前の家だって無事じゃないぞ。最後まで、健一は私を脅せると思っていた。弁護士が答えた。その担保契約についても、署名と本人確認に重大な問題があります。銀行はすでに登記の保全と契約の無効確認に向けて動いています。現時点で誠さんへ家を明け渡すよう求めることはできません。そんな簡単に無効になるわけがない。簡単ではありません。これから正式な手続きが必要です。しかし、偽造が疑われる以上、あなたが脅しの材料に使える状態ではないということです。健一は言葉を失った。警察官は、二人の携帯電話と提出書類を任意で確認したいと伝えた。由美と健一は、その場で逮捕されたわけではない。だが、二人は別々の車で署へ向かった。逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば、その後に身柄を拘束される可能性があると説明された。廊下へ出る直前、由美が振り返った。私、本当に全部を失うの？私は答えなかった。失わせたのは私ではない。由美自身だった。二人が署へ向かった後、私は銀行の応接室に残った。緊張が切れた途端、全身から力が抜けた。手のひらには汗がにじみ、喉がひどく乾いていた。銀行の担当者が水を持ってきてくれた。長い時間、お疲れ様でした。私は紙コップを受け取ったが、すぐには飲めなかった。由美と健一の顔が、何度も頭に浮かんだ。驚いた由美の目。脅すように家の担保を持ち出した健一。二人とも、最後まで私が折れると思っていた。これで終わったんでしょうか？私は弁護士へ尋ねた。いいえ。正確には、ここから正式な調査が始まります。弁護士は率直に答えた。今日の提出行為は記録されました。しかし、過去の借り入れや送金、家の担保については、資料を集めて一つずつ立証する必要があります。奥様たちが否認する可能性もあります。まだ、何か失う可能性がありますか？不安が完全になくなるとは言えません。ただ、今日までに新しい資金流出はやめました。家についても処分を保留する手続きを進めています。誠さんが一人で商談会は終わりました。一人で商談会は終わった。その言葉を聞き、私はようやく水を飲んだ。銀行を出ると、外は小雨だった。傘を持っていなかったが、しばらく屋根の下で立ち止まる気にもなれなかった。私は雨の中を駅まで歩いた。冷たい水が顔に当たり、スーツの肩が濡れた。怒りで熱くなっていた頭が、少しずつ冷えていった。家へ戻るか迷った。由美は今夜、帰らない可能性が高い。警察から事情を聞かれ、状況によってはそのまま身柄を拘束される。それでも、あの家へ入ることが怖かった。弁護士の勧めで、私は駅前のホテルへ一泊することにした。小さな部屋で一人になると、急に音がなくなった。テレビをつけても内容が頭に入らず、消すと由美の声が思い出された。これで私たちの将来も安心だね。あの言葉を、由美はどんな気持ちで言ったのだろう。自分と健一たちの将来を意味していたのか。それとも、私との生活も残せると本気で思っていたのか。もう確かめる必要はないと分かっていた。だが、
26年一緒にいた人を1日で心から消すことはできなかった。私はベッドへ横になったが、眠れなかった。深夜、養子からメッセージが届いた。お父さん、今日は一人じゃない。ちゃんと安全な場所にいる。私は、ホテルにいる。弁護士も状況を知っている、と返信した。すぐに電話がかかってきた。声を聞くまで心配だった。大丈夫だよ、お母さんは。警察が話を聞いている。養子はしばらく黙った。私、今でもお母さんから電話が来たら出てしまいそうでなくていい。今は弁護士を通そう。お父さんは、辛くないの？辛いよ。私は初めて、娘へ正直に言った。本当は、由美が全部誤解だと言ってくれるのを、最後まで少し期待していた。でも、今日の顔を見てわかった。もう戻れない。私も、戻りたい気持ちが少しある。前の家族に、それは自然なことだ。でも、前の家族はもうないんだよね。私は答えるまで時間がかかった。同じ形には戻れない。でも、お前とお父さんの家族までなくなるわけじゃない。電話の向こうで、養子が泣いた。私も声を出さずに泣いた。その夜、私たちは何かを解決したわけではない。ただ、お互いに失ったものを認めた。それが、再び歩き始める最初の一歩だった。翌朝、私はホテルの鏡で自分の顔を見た。目の下には濃い影があり、一晩で何歳も老けたように見えた。それでも、鏡の中の私は、もう何も知らない夫ではなかった。苦しくても、自分の人生を守るために動いた人間だった。京子はその日の午後、別の場所で事情聴取を受けた。由美と健一の携帯電話には、3人のやりとりが残っていた。京子が送金額の一覧を作り、ホテルで偽造書類の数字を確認していたことも分かった。京子は最初、健一に逆らえなかったと主張した。しかし、私の口座から流れた金で高価なバッグや旅行代を支払っていた記録が見つかり、その説明は通らなかった。3人は、互いに責任を押し付け始めた。由美は健一に頼まれただけだと言い、健一は由美が家計を管理していたから詳しいことは知らないと言った。京子は2人の計画に巻き込まれたと主張した。だが、メッセージと送金表には、それぞれが自分の役割を理解して動いていたことが残っていた。数日後、健一は私へ面会を求めた。弁護士を通じて断った。由美からは、何通もの手紙が届いた。最初は謝罪だった。次は、健一に脅されていたという説明だった。その次は、私が家計を由美に任せきりにしたことも原因だという主張に変わった。最後には、私が早く気づいて止めてくれなかったから被害が大きくなった、と書かれていた。私は一通も返事をしなかった。養子の480万円は、銀行の取引停止が間に合った。警察の確認と組み戻し手続きに時間はかかったが、約1ヶ月後、全額が養子の口座へ戻った。電話でその知らせを聞いたとき、私は初めて声を出して泣いた。金が戻ったからだけではない。娘の結婚のために積み重ねた時間まで奪われずに済んだことが、嬉しかった。お父さん、ごめんなさい。養子は何度も謝った。謝るのはお前じゃない。でも、私、お母さんの話を信じて、病気の父親を助けたいと思ったんだろう。それは、お前の優しさだ。恥じることじゃない。お父さんは、大丈夫。その問いに、私はすぐ答えられなかった。体は無事だった。だが、26年信じた妻と、30年以上信じた友人を同時に失った。大丈夫だと言えば嘘になる。今は、まだ辛い。でも、少しずつ前へ進むよう私も一緒にいるから、養子の言葉が、胸の奥へ静かに届いた。その週末、養子は県外から帰ってきた。駅の改札で私を見つけると、何も言わずに駆け寄り、強く抱きついた。子供の頃以来のことだった。お父さん、本当に元気なんだね。ああ。胃も悪くないし、手術もしない。私は少し笑ってみせた。養子は安心したように息を吐き、それからまた泣いた。私たちは近くの静かな店へ入り、これまでに分かったことを話した。私は、必要以上に生々しい内容は避けた。由美と健一、
京子が資金を動かしていたこと。私名義の借り入れがあったこと。養子への病気の話は完全な嘘だったこと。養子は黙って聞いていた。お母さんはいつからそんな人だったの？わからない私は正直に答えた。7年前から金を動かしていたことはわかっている。でも、それ以前の気持ちまで私には決められない。私が小さい頃のことも、全部演技だったのかな、そうは思わない。どうして言えるの？私はしばらく考えた。お前が夜中に熱を出したとき、お母さんは朝まで抱いていた。誰も見ていないところで、何度もそうしていた。あの頃の気持ちは本物だったと思う。じゃあ、どうして今はこんなことができたの？人は、一度悪いことをしただけで急に別人になるわけじゃない。小さな言い訳を重ねて、少しずつ戻れなくなることがある。だからといって、責任がなくなるわけではないけどね。養子はテーブルの上で手を握った。私、お母さんに電話したい。今早めた方がいい。警察と弁護士が動いている。お前が責められたり、言いくるめられたりする必要はない。でも、聞きたい。どうして私に嘘をついたのか、その気持ちはわかる。私は娘の目を見た。ただ、答えを聞いても納得できるとは限らない。お母さんが何を言っても、お前が父親を助けようとした気持ちは間違っていない。それだけは忘れないでくれ。養子はうなずいた。しばらくして、結婚相手の青年も店へ来た。養子が事情を話したところ、仕事を休んで一緒に戻ってきてくれたのだ。お義父さん、何かできることがあれば言ってください。まだ正式に家族になっていない青年が、まっすぐ私へ頭を下げた。私は胸が熱くなった。養子のそばにいてくれれば、それで十分です。青年は、養子が振り込んだ金が戻らなくても、式の規模を小さくすればいいと言った。二人でまた貯めればいい。結婚そのものを諦めるつもりはない、と。その言葉を聞き、私は養子が信頼できる人を選んだことに安心した。由美と健一に裏切られた直後の私は、人を信じること自体が間違いだったように感じていた。だが、信頼が悪いのではない。信頼を利用する人間が悪いのだ。養子と青年を見て、私は少しずつその当たり前のことを取り戻した。帰り際、養子は私の手を握った。お父さん、一人で家に戻って大丈夫。弁護士から安全のために別の場所へ泊まることも勧められている。状況が動いたら、会社の近くのホテルを使うよう無理しないで。強がらないでね。わかった。私はうなずいた。これまで私は、家族を守るとは、自分一人で耐えることだと思っていた。だが本当は、危険な時に助けを求め、守り合うことなのかもしれない。養子が改札の向こうへ消えるまで見送り、私は一人になった。寂しさはあった。それでも、以前のような孤独ではなかった。私には、本当に大切にすべき家族が残っていた。事件の処理には、私が想像していたより長い時間がかかった。テレビドラマのように、一度の対決で全てが終わるわけではない。銀行は過去の申込書、本人確認記録、支店内の映像、担当者の聞き取りを進めた。警察は3人の携帯電話とパソコン、健一の会社の帳簿を調べた。私は何度も事情を説明し、署名の見本や実印を保管していた経緯を提出した。古い取引を一つずつ確認する作業は、精神的にも重かった。明細に並ぶ日付を見るたび、その日の記憶が戻ってきた。養子の成人式で、由美と並んで写真を撮った日。私の母が入院し、由美が毎週見舞いへ行ってくれた時期。結婚記念日に、二人で小さなレストランへ行った夜。その同じ月に、由美は私の口座から健一の会社へ金を流していた。楽しかった記憶と裏切りの記録が、同じ時間の中に存在していた。どちらが本当だったのか。何度考えても答えは出なかった。弁護士は私に言った。過去のすべてを、一つの意味に決めなくてもいいんです。奥様に愛情があった時期も、裏切った時期もあった。それは矛盾しているようで、人間には起こり得ます。ただ、現在の責任が消えるわけではありません。その言葉に、私は少し救われた。由美との26年間を、
すべて偽物だったと切り捨てれば、養子が生まれた日の喜びまで汚れてしまう。だが、昔に本当の愛情があったからといって、今の罪を許す必要もない。二つは別のことだった。健一の会社は、銀行取引が停止された後、急速に資金を失った。養子の金で一日の支払いをしのいでも、その翌週には別の返済期限が来た。私からの資金が入る前提で組まれていたため、取引先への支払いができなくなった。約1ヶ月後、会社は事業を停止し、その後、破産手続きへ入った。健一が長年守ろうとしていた会社は、結局、私の金がなければ立っていられなかった。健一の弁護士から、示談の申し入れがあった。被害額の一部を返す代わりに、厳しい処罰を求めないでほしいという内容だった。しかし、返済の原資とされた資産の大半は、もともと私から流れた金で購入されたものだった。私は拒否した。復讐のためではない。養子を病気の嘘で騙したことまで、金を返す約束だけで終わらせることはできなかった。京子は健一との離婚を申し立て、自分も被害者だと主張した。だが、ホテル代や買い物の記録、送金計画をまとめた表、3人のメッセージが残っていた。京子が健一に反対した時期があったとしても、途中から利益を受け取り、計画の一部を担っていた事実は消えなかった。由美は会社を退職した。内部監査や会計システムを扱う立場でありながら、他人の名義を使った不正に関与したことが知られ、仕事を続けることができなくなったのだ。私は由美の生活がどうなったのか、細かく調べようとは思わなかった。弁護士から必要な報告だけを受けた。由美は親族の家に身を寄せたが、長く入られず、小さな賃貸住宅へ移ったという。健一とも京子とも連絡を絶ったらしい。金で結びついた3人の関係は、金が止まった瞬間に崩れた。銀行との話し合いも簡単ではなかった。指名義の1600万円の借り入れについて、銀行側には本人確認の不備があった。一方で、実印が使われ、由美が長年家計を管理していたため、事実関係の整理には時間が必要だった。私は、自分が知らなかったことを証明しなければならなかった。そのために、会社の勤務記録、当日の出張記録、署名の筆跡、由美たちの映像、メッセージの時刻が使われた。家を担保にした契約についても、登記を直ちに消せるわけではなかった。裁判所への申し立てと銀行の内部決定を経て、処分を一時的に止める措置が取られた。私は何度も不安になった。本当に家を守れるのか。知らない借金を背負ったまま、定年を迎えるのではないか。夜中に目が覚めると、通帳の数字や由美の声が頭に浮かんだ。そんな時、養子が電話をくれた。ちゃんと食べてる。食べてるよ、本当に。今日は焼き魚を食べた、それだけ。味噌汁も作った養子は少し笑った。以前なら、私が娘に心配をかけるなど考えられなかった。父親は強く、家族を支えるものだと思っていた。だが、弱っている時に支えてもらうことは、恥ではなかった。由美との離婚協議は、事件の捜査と並行して進んだ。由美は最初、離婚を拒んだ。健一君との間に男女の関係はなかった。それが由美の主張だった。確かに、調査で分かった範囲では、二人が恋愛関係だったと断定する証拠はなかった。だが、私にとって問題はそこではなかった。由美は健一と京子と共に、私の財産を動かし、署名を偽り、娘まで騙した。夫婦としての信頼は、すでに一片も残っていなかった。数ヶ月後、弁護士事務所の応接室で、私は由美と向かい合った。由美は以前より痩せていた。丁寧に染めていた髪の根元には白いものが混じり、顔には深い疲れが出ていた。机の上には、離婚に関する合意書と財産の整理案が置かれていた。ごめんなさい由美は震える声で言った。お金に目がくらんだの。最初は、健一君の会社を少し助けるだけだった。すぐ返してもらえると思ってた、私は黙って聞いた。帰ってこないから、次のお金を動かした。そうしないと、最初にしたことがバレると思ったの。
気づいた時には、もう戻れなくなってた。戻る機会は何度もあった。怖かったのよ。養子へ電話する前にも、戻れた。由美は顔を伏せた。それは、本当に悪かったと思ってる。悪かったと思ったから、私が銀行にいると知るまで黙っていたのか。何を言っても、もう信じてもらえないよね。そうだ。私は即座に答えた。由美の目から涙が落ちた。でも、26年間全部が嘘だったわけじゃない。誠のご飯を作るのも、養子を育てるのも、私は幸せだった。あなたと旅行したことも、本当に楽しかった。私もそう思っていた。だったら、やり直すことはできない。私はゆっくり首を横に振った。できない。一度だけ、機会をくれない。あの日、下着を見つけた時に聞いてくれれば、私はそこで全部話したかもしれない。その言葉を聞き、私は初めて意味に強い怒りを感じた。私が聞かなかったせいだというのか、そういう意味じゃない。ただ、止めて欲しかったの。私はお前の監視役ではない。部屋の空気が静まった。私は由美の目を見た。7年間、何度でも自分で泊まれた。私名義の借金を作る前。実印を持ち出す前。養子へ電話する前。その度に、お前は自分の意志で先へ進んだ。由美は唇を震わせた。私があの下着を見つけたとき、まだ真実はわからなかった。でも、調べていくうちに、私の中の家族は少しずつ消えた。最後に消えたのは、お前が養子へ病気の嘘をついたときだ。やり直す機会は、私が与えるものではなかった。お前が自分で捨て続けたんだ。由美は声を上げて泣いた。私は目をそらさなかった。昔の私なら、その涙を見るだけで折れていたかもしれない。だが、同情と信頼は違う。由美が苦しんでいることは分かった。それでも、もう人生を共にすることはできなかった。署名してくれ。由美は長い時間、書類を見つめた。やがて、震える手で自分の名前を書いた。その瞬間、26年の結婚生活が正式に終わった。私は立ち上がり、書類を弁護士へ渡した。さようなら、由美。待って。由美が呼び止めた。私は振り返らなかった。憎しみを持ち続けるためではない。これ以上、過去へ戻らないためだった。事件から8ヶ月後、銀行との調整と法的手続きがまとまった。偽造が認められた借入契約について、私は返済義務を負わない形で処理された。家の担保に関する登記も抹消され、処分を求められる危険はなくなった。健一の会社へ流れた金のすべてが戻ったわけではない。破産手続きの中で回収できた資産、3人の個人資産、銀行側との解決を合わせても、私が失った時間や不安まで埋めることはできなかった。それでも、1200万円のうち相当部分が回収され、指名義の1600万円の借金は外された。老後を完全に元通りにできたわけではない。だが、人生をやり直せるところまでは戻った。3人に対する刑事手続きも進んだ。健一と由美は、偽造書類の作成と使用、養子への詐欺に深く関与したとして起訴された。京子も、資金の管理と計画への関与を問われた。最終的な刑や賠償については、裁判で決まる。私は重い処罰を眺めて喜びたいとは思わなかった。彼らが自分のしたことへ責任を負い、二度と誰かの信頼を利用できない形になること。それだけを望んだ。事件から1年ほど経った春、養子の結婚式が開かれた。朝、式場の控え室で養子は白いドレスを着ていた。お父さん、変じゃない。何が？泣きそうな顔してる。父親は、こういう時に泣くものなんだよ。養子は笑いながら、私の腕へ手を添えた。一緒に歩いてくれる。もちろんだ。扉が開き、柔らかな音楽が流れた。私は娘と並び、ゆっくりと歩いた。由美の席はなかった。そのことを寂しいと思う自分が、どこかにいた。養子が生まれた日、由美と私は小さな手を囲み、この子を幸せにしようと約束した。その約束を最後まで守れなかった由美への悲しみは、多分完全には消えない。それでも、隣を歩く養子はまっすぐ前を見ていた。私は娘の手を、結婚相手の青年へ渡した。養子をよろしくお願いします。はい。
大切にします。青年は深く頭を下げた。養子は涙を浮かべながら、私へ微笑んだ。その顔を見たとき、26年のすべてが失われたわけではないと、ようやく思えた。由美との関係は壊れた。健一との友情も消えた。だが、養子と過ごした時間まで、誰にも奪うことはできない。結婚式の1ヶ月後、私は家を売ることにした。法的には盛られた家だった。住み続けることもできた。しかし、玄関を見るたびに、あの夜のスーツケースを思い出した。台所には由美の声が残り、書斎の机を見ると偽造書類の映像が浮かんだ。家が悪いわけではない。それでも、私には新しい場所が必要だった。売却の手続きを終え、駅に近い小さな部屋を借りた。広くはないが、窓から川が見えた。朝になると光が入り、夜は遠くの電車の音が聞こえた。引っ越しの日、私は空になった家のリビングで、一つのスーツケースを開いた。シャツを畳み、本を数冊入れ、養子の結婚式の写真を丁寧に包んだ。1年以上前、由美のスーツケースを開いたとき、私は見知らぬ下着を見つけた。あの小さな違和感から、私の人生は崩れ始めた。毎日、何も知らない夫の顔を作り、眠れない夜を過ごした。信じていた人たちの言葉が、すべて罠に聞こえた。今、目の前にあるスーツケースには、隠すものが何もなかった。誰かを騙す書類も、持ち主のわからないものもない。私自身の服と、本と、娘の写真だけだった。ファスナーを閉じ、家の鍵をテーブルへ置いた。部屋を一度だけ見回した。不思議なほど、怒りはなかった。悲しみも、以前のように胸を押しつぶさなかった。26年の思い出を忘れることはできない。傷が完全に消える日も、多分来ない。だが、傷を抱えたままでも、人は前へ進める。玄関のドアを開けると、夕方の光が差し込んだ。私はスーツケースを引き、駅へ向かって歩き出した。来月から、週に一度、料理教室へ通うことにしている。定年を迎えたら、一人で北海道を旅する予定も立てた。誰かに見せるためではなく、自分が行きたい場所へ行く。これからの人生は、誰かの機嫌を守るためでも、誰かの嘘を支えるためでもない。私自身のために生きる。あの日、スーツケースの底にあった小さな違和感を、私は見なかったことにしなかった。真実は残酷だった。それでも、知らないまま人生のすべてを奪われるより、向き合って自分を取り戻せたことを、今は後悔していない。最後まで私の話を聞いてくださり、ありがとうございました。皆さんは、私が由美との関係を終わらせ、思い出の家まで手放した決断をどう思いますか？似た経験や感じたことがあれば、無理のない範囲で聞かせてください。この物語が心に残ったら、動画への高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。